モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー217 SD ガンダム G ジェネレーション F のキットガンダムマーク2ティターンズ仕様を作ります。2001年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てから一部下地塗装です。キットの開封から当時定価500円の色分けは基本4色のシンプルな構成のキット。パーツの封入は1袋でした。パーツは濃紺、グレーの成形カラー、赤と黄色の色分けパーツあり、ポリキャップとシールが付属、バルカンポッド、ビームサーベル、シールド、ハイパーバズーカ、ビームライフルが付いています。説明書は10ページ構成。適度な肉抜きがある仕様のキットです。ハイパーバズーカとビームライフルも同様にですが、こちらは持ち手が付いた状態の武器。G ジェネシリーズでもなかなか珍しい仕様です。黒いガンダム。トライアルで作られたのは黒に塗られた3体。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずは頭部のパーツです。ポリキャップ E を組み込み、中に内蔵する赤の色分けパーツを仕込みます。このタイミングで目のシールだけは貼り付けてしまいます。ピンセットで取って丁寧に。BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、リフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。BB 戦士の名前は初期の頃の BB 弾の発射ギミックに由来しています。前後パーツをはめ込み作ります。アンテナのパーツも黄色と赤で色分けができています。胴体、胸のパーツです。ポリキャップを3個内蔵して前後のパーツを組みました。ガンダムマーク2は RX78 ガンダムの正当な後継機としてティターンズの拠点グリプスで開発された連邦製モビルスーツでした。前面の装甲は色分けパーツが細かく作られていました。パーツの接着やシール貼り付けの補強にはミスターセメント流し込みタイプ、プラモデル用の接着剤を使っています。接着剤はミスターホビーのこれか、もしくはタミヤセメントか、いずれかを使ってプラモデル製作は進めています。今回はパーツカットは説明書に沿って全てクレオスの型場ニッパーでカットをして準備をしていきました。ここで足を作ります。脚部はポリキャップ B を組み込み、上下のパーツをジョイントして作ります。装甲材質などの問題点から量産が中止されますが、第2世代モビルスーツの先駆けとなるムーバブルフレームの採用で高い運動性を発揮します。試作機はこの後エウーゴにダッシュされ、結果的にゼータガンダムの開発に貢献することになります。腰のパーツを作ります。基板となるパーツを組み込み、前後のパーツを接続します。次に腕を組みます。右から順に組んでいきます。ポリキャップを仕込み、前後のパーツをはめ込みます。上腕、肘関節、前腕と細かい組み立て工程です。マーク2の SD キットとしてはナンバー13の初期に発売されたもののリメイク版であり、なおかつ未だにこの商品が最新版となっています。本体のシール量が多く、マーク2としての武装が同梱するという意味では、後に G ディフェンサーがついたスーパーガンダムのキットよりもマーク2のキットとして本筋と言えます。1号機から3号機のナンバリングはこのキットでもシールで再現できるようになっています。胴体の襟、胸、コックピットのハッチの色分け、上部左右のフレキシブルバーニアスラスターの稼働、スライドさせて取り付けるバルカンポッドなど、なかなか魅力的な仕様のマーク2のキットです。プロポーションは2000年代初期の3頭身になりきれていない頃の BB 戦士です。SD ガンダム G ジェネレーション F はバンダイより2000年8月に発売されたプレイステーション用ゲームソフトです。フレキシブルスラスターを作ります。ここでもポリキャップ G を内蔵して作りました。ここまでがマーク2ティターンズ仕様の本体のパーツ構成です。バルカンポッドを組み立てます。ベースとなるバンドパーツに左右接続していきます。本体を組み立てます。胸と腰のパーツを接続します。右左と順に脚部を取り付けます。続いて左右と腕部を接続します。
背中にフレキシブルスラスターをジョイントしました。左腕にシールドを取り付けます。右手にビームライフルを持たせました。頭にはバルカンポッドを取り付けました。頭部を本体に接続して完成です。フロントビューからリアビュー。右手を乾燥してハイパーバズーカを持たせました。素組みで作ったパーツは一旦分解して塗装下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ここからは下地塗装の一部をこのパートで見ていきます。ここでは付属パーツのベースペイントです。使用しているのはパレホのモデルカラーホワイトグレーです。少しグレー味を帯びた白です。その分隠蔽力が強い。ベース作りの塗料として重宝しています。この後の色分けが色のり良くなるのと塗装箇所の目印にもなるので一手間ですがこの下地塗装は欠かせません。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもパレホの魅力です。SD ガンダム G ジェネレーションのゲームに合わせて展開されたプラモデルのシリーズ。今回の M2 のように新規設計のもの以外にも、初期アイテムは BB 戦士のうち、いわゆるリアル系キットに何らかのパーツを追加した流用キットで、ナンバリングも別の独立したシリーズで一定数展開されました。先日はパーフェクトガンダムを制作したことがありました。これまでの制作記録から、今回の M2 のキットのパーツ流用で成形カラーを白に変えたエウルゴ仕様が BB 戦士ナンバー217のスーパーガンダムのキットとしてリリースされています。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー217ガンダム M2 ティターンズ仕様。まずは素組みで一旦作り、付属のパーツの下地塗装までやりました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。